強化複合材料って言って、これ CFRP っていうんですけども、聞いたことある人いますか？あんまり聞いたことない。この材料はFRP ってものは結構前からあったんですけど、この CFRP っていうのは特に最近の、新しい、材料の一つで、こういった黒い、シートがあるんですけど、これ実際触るとペラペラなんですね。これはどういうシートかっていうと、その炭素の硬い繊維をプラスチックの中に、柔らかいその樹脂の中に埋めてやってるシートなんですね。これを加熱してプレスしてやると非常に硬い板が出来上がるんですけども、それは非常にもう材料の中のトップクラスに軽くて強い材料なんですね。電気電子工学科の今度はどんな教育をしているかということですが、さっき言いましたように電気電子工学っていうのはいろんなところで使われてるんですね。電気電子工学使われてない分野ないというくらい、いろんな例えば電気製品、自動車、通信、電力、鉄道、ね、製造機器、航空宇宙機器、応援機器、医療機器、もう本当に世の中ありとあらゆるところに電気を使ってない製品っていうのは本当にないんですよね。それくらいたくさんいろんなところに電気電子の卒業した技術者が入ってます。で逆に言えばいろんな分野から電気電子の技術者が欲しいってたくさん来てます。後で言いますけど非常に求人数としては多いです。ですので学科としてはその要求に応えるような人材を送り出すということになります。あとさっきちょっと言わせてたと思うんだけど、その液晶のね、マイナス20度から80度っていうふうに温度を広げてるのを使ってる。でもここにある液晶は本当に狭い温度しか使えない。どうやって広げることができたかっていうと、なんか分かります？その工夫って実はすごく単純なことで、いろんな液晶を混ぜるんです。混ぜるだけで温度がすごくいろんな温度で使えるようになるんだけど、でもその混ぜ方っていうのがね、こうやって混ぜればこんな温度で使いますっていうそういう法則がないんです。でどのくらい混ぜたらいいかって経験と勘に頼っていることなんですね、今だに。だから液晶ってこの最先端の技術のように思えるかもしれないけども、いまだにそういう勘に頼ったような職人的な部分もまだ残されている、そういう世界なんですね。今そのさっき見てもらった液晶が液体みたいなもので、それが液晶ディスプレイに入ってるってことなんですけど、この実際のパソコンの画面とかをちょっと触ってみると波打ったりするところが分かると思うんですけど、こういうのにも液晶が入ってて、でさっきの変更板、これ大きいものなんですけど、これを使ってみるとこう暗くなるところと明るくなるところっていうのがあるのが分かると思うんですけど、暗くなるところっていうのがこの光が遮断されているところで、こっちの方向に、この光が振動して出ているっていうのがこれで分かるかと思います。この微生物燃料電池っていうのが今ちょっとホットなところで、これ何かっていうと、こう皆さんが食べ残した残飯だったりとか、あるいはその毎日やるそのうんことかをですね、こうきれいにしながら電気を生み出すことができるっていう装置なんですね。これ微生物がやってくれてるんですけど、だからこれがもし本当に実用化されれば、家庭で出るいろんなダンゴミだったり汚れたものをきれいにしながらこう家の電気を作るとですね、できるので、世界中で研究されてますけど、うちの大学生でやっててこう、社会に役に立てたらいいなとやっているんですね。でこれを1個間違えると何が起こるかということでちょっと絵を見せますけれども、これ1940年にアメリカで作られたタコマナローズという橋です。これもうすでに皆さん揺れてるの分かりますよね。これ大体ですね風速が19メーターぐらいなんで、台風よりは台風と呼べるかどうかぐらいですよね、日本でいう。だからそんなに珍しい風ではない。でだけどもこんな揺れてて、でもうすぐ潰れますけども潰れるわけです。だから一歩間違えるとこんな橋ができてしまう。ちょっと普段授業でやってる中身をもとにして、システム工学、ツールシステム工学、それからそれが実際にどんな、情報システムにつながっているかという話を